回は無料公開している副工房の型紙ナンバー4ハンサムワイドパンツを前ファスナー着にする方法を型紙と縫い方両方で説明をしていきます。またハンサムワイドパンツに限らずこのやり方でリフォームなどにも役立ててもらえますし、あと一から製造する場合などにも役立ててもらえますので、最後まで見てもらえたら嬉しいです。ハンサムワイドパンツの特徴として、前ウエストをすっきりさせるために前はベルト始末で、後ろのみゴムを入れています。前をベルトにしてすっきりさせた分、ぐるりゴム入りに比べてウエストが小さくなるので、体型によっては履きにくくなることも出てくることもあると思いますので、前開きの始末にする方法を説明をしていきます。これで上前の見返しと下前の持ち出し布と左右のベルトが完成しました。裁断をしてきました。これは前パンツなんですけど、まずは縫い止まりの位置に合い印を入れていきます。型紙を合わせて、ここが縫い止まりなので、ちょっと目打ちでピッとしてから裏側に印をしておきます。これで右側は持ち出しがついて5ミリ出すので、5ミリ長くした縫い代はこのまま残しておくんですけど、左側の方は5ミリカットします。これで伸び止めテープを貼っていきます。出来上がりにかかるように貼ります。あと接着芯ですが、前見返しと持ち出しは表面に半分だけ出来上がり折り目から5ミリかけて貼っています。あと前ベルト前面芯を貼っています。でちょっとしっかりした方がいいので、こう割と厚めなしっかりした芯を貼っています。見返しの下端を中表で1センチで縫います。ここを5ミリに切ります。これでひっくり返して、この端は目打ちで出しておきます。ここにアイロンをかけたら端にロックをしていきます。そこにアイロンをかけて半分に折ってアイロンをかけました。前の股ぐり、尻ぐりにロックミシンをかけます。
カクッとなっている部分は一度針を上に上げて押さえも上げて後ろに少し引くと、下ルーパーの糸が外れるので、それでまた横につけて縫い始めるときれいに縫えます。ここは隠れてしまうところなので、そこそこきれいになっていれば大丈夫です。次に左を縫っていきます。左は縫い止まりより5センチぐらい長くロックミシンがしてあれば良いです。次に持ち出しの端にロックミシンをかけます。このロックミシンの端は針とかこういうループ返しなんですけど、ループ返しでロックの中に入れておいてください。はみ出たこの部分は切ります。次に見返しのこの丸い部分にロックミシンをかけます。前の空き止まりから下の尻ぐりを縫っていきます。縫い止まり同士を合わせて縫います。次に左身ごろに見返しをつけていきます。縫い代はそれぞれ1センチでついてるんですけども、そこを8ミリで縫って2ミリ控えるようにして縫っていきます。この縫い止まりのところ2ミリ手前にたどり着くように縫っていきます。前見返しを8ミリで縫います。ここに2ミリの差があります。見返しを2ミリ控えて裏に返します。一度割るときれいに2ミリ控えることができます。この部分で2ミリ控えられています。これで次に右の下前を1センチで折ります。
1センチで折るとこの部分5ミリ重なっています。見返しの縫い止まりから上にはステッチをかけないので、裏っこばステッチをかけていきます。見返しと縫い代だけをここから2ミリ、1、2ミリのところでずっと縫っていきます。表からはステッチが見えません。それでは持ち出しにファスナーをつけていこうと思います。ファスナーなんですけども、今回はこのフラットニットファスナーっていうのを使っていきます。で、他にもエフロンファスナー、あとこれは手芸用のファスナー、ポーチとかに使うファスナーなんですけど、どういう違いがあるかというと、よくズボンで使うフラットニットファスナーやエフロンファスナーなんかはこうスライダーが着用した時に下に向いた時にロックがかかってここは降りないようになっているんですけど、普通のファスナーはスライダーが下を向いていてもこう開くようになっているので、ロックがかからないので自然にこう降りてくるという可能性があるので、パンツに使う時にはスライダーが下を向いた時にこう動かないファスナーを使うようにしてください。それでは取り付けていこうと思います。表地の縫い止まりよりも1センチ上にファスナーの縫い止まりを設けていたので、ちょっと分かりやすいように印をしました。そしてファスナーの止まりの下にもちょっと印をしました。これで、持ち出しから1センチ入ったところにこのファスナーの中心から5ミリ、5、6ミリのところに持ち出しの1センチが来るように合わせてきます。下の端も合わせて持ち出しの端から1センチ入ったところがファスナーの中心から5、6ミリということになると、だいたい2、3ミリここからファスナーが見えるようにセットして縫っていけばいい位置になるということになります。これでちょっと待ち針でセットしていこうと思います。まずは最初に持ち出しにファスナーを仮止めしていきます。ファスナーを持ち出しに仮止めをしていきます。仮止めをする時には普通の押さえだとファスナーのこのコイル部分には段差があって、普通の押さえで縫うとちょっと縫いにくいので片押さえに変えていきます。これは仮止めなので、ファスナー布の真ん中ぐらいに仮止めがしてあれば良いです。今回はファスナーの寸法が合わなかったので、ファスナーをベルトの中に入れたので、止まりが飛び越えてしまっています。
こういう時には後からファスナー布を切るとスライダーがすっぽ抜けてしまったりするので、上端をちょっと留めておきます。これで抜けることはありません。次に右パンツの方にこの仮留めをした持ち出しをつけていきます。これは上から細い 1,2 ミリのステッチで叩きつけてもいいですし、これとこれを先に中縫いしておいてから縫っても良いです。今回はちょっと中縫いをしてから縫おうと思います。持ち出しとパンツを中表で縫います。折り目くらいのところを縫っていきます。中縫いができたので、これでこの端に 1,2 ミリのステッチをかけていきます。この時にこの部分5ミリ飛び出ています。持ち出し部分にステッチをかけます。この時にこの部分は5ミリ奥になっています。縫い止まりよりも 1,2 針下あたりから縫っておくとより良いです。次に前開きのステッチの位置に印をつけていきます。このカーブなかなか何もなしには書けないので、この出来上がりを別な紙にこの辺りだけでいいです。こう写しておいて、この形でまず最初に書いておいて、その上を縫うと縫いやすいです。4センチのステッチでしたので、この辺りまでは4センチで書いておきます。この先は先ほど写した紙の形を写していきます。ここが縫い止まりで、今写しました。これでここが引きつれないように形を整えて、5ミリこの下前の端から5ミリ左上前がかぶるようにセットして待ち針を打っておきます。
これでめくって、この見返しとファスナー布、よいしょ、見返しとファスナー布を留めていきます。見返しとファスナー布を縫います。だいたいファスナーの中心から5、6ミリぐらいなところを縫ってあれば良いです。この辺りはファスナーのスライダーが上端にあるので、こうちょっと歪んでるんですけども、このまま歪んだようにして縫ってください。歪んだように縫うことで、ここで歪みが出なく、この辺りの歪みが出なくなります。次に左上前にステッチをかけていくんですけども、このまま縫ってしまうと持ち出しも一緒に縫ってしまって、ファスナーが開けられないっていうことになってしまうので、持ち出しは必ずこう省いて縫わないようにしてください。待ち針で留めておくと良いです。これで表からステッチをかけていきます。5ミリ重なった部分は縫わない、ちょっと手前まで、5ミリの手前までここから縫っていきます。前開きのステッチを縫っていきます。これはもう普通の押さえでいいので、押さえを変えていきます。これでめくっていた持ち出しを元に戻して、縫わなかった5ミリのところを缶止めしていきます。これで持ち出しと見返しのこの下の端を縫っておきます。持ち出しが下になるように置いて5、6センチを縫っておきます。この時パンツ表布は避けて縫っていきます。こんな感じです。表からは見えていません。空きの部分はステッチをかけませんが、空きから下だけ左高に1、2ミリのステッチをかけておきます。アイロンで整えたら、これで前開きの完成です。
回はこんな前開きのないパンツから前開きを作る方法を説明してきました。出来上がったものなんですけど、こうファスナーがついていることによって履きやすいパンツが出来上がりました。皆さんもやってみてください。服工房ではこのような洋裁本を出しています。洋裁本にある服の作り方を詳しく YouTube で出しています。この本で服作りが好きになって楽しんでもらえたら嬉しいです。